この映像は祖父母を殺害した17歳の少女の取り調べを撮影したものです。皆さんには彼女が重い罪を犯した自覚があるように見えますか？ Yeah, and then Johnny slit her throat too, and I actually hit her in the back of the head with the tire iron. Well, not the back of the head, but like right where your spine is. Because he was telling me, he was like, if you hit right there, like just one like good hit, you can just knock the person out and then they'll be dead. I couldn't find his wallet, so I had no idea where his wallet was. So I just had my grandma's wallet in her purse. They hid it underneath his bed. We found his wallet. Oh, he did. 緊張感のない様子で取り調べに応じるその少女はカサンドラ・ビョージ。彼女に両親の呵責がないことは分かりきっていました。なぜならカサンドラは祖父母を殺害した後の1週間、遺体を放置した家でパーティー三昧していたから。祖父母を殺害し、その家で1週間パーティー三昧をして過ごしていた少女。一切の反省を見せない彼女はどのような事情で犯行に至ったのか。犯行の末に少女が求めたものはあまりに幼稚すぎる考えに基づいた自由だったんです。サスケンちゃんです。いや、みかです。ね、でもさ、ディズニーのリビングインカラーっていう曲のバラードバージョンハマってます。知らない。聞かないとわかんない。ちょっと歌えない。いや、ちょっとみんな知ってるもんなの？ディズニーシーから帰るときに流れてそんな曲。Welcome to Tokyo Disney Sea とかじゃない？そいつが司会の結婚式参加したわ。言ってたわね、あんた。歌とか歌い始めてた。これ司会が主役みたいになってんじゃない？その式大丈夫なの？でもなんかすごい楽しかったです。ああ、よかった。リビングインカラーバラードバージョン聞いてみてください。はい。本日はアメリカ・ジョージア州で10代のカップルが起こした殺人事件をご紹介します。犯人の2人の中でも特に注目されたのが17歳の少女の方なんです。彼女は逮捕された後も殺人がいかに重罪かを全く感じないような素振りを見せていたんです。何その素振り？殺人が重罪とかさ、小さな子でも絶対わかることじゃない。どんな振る舞いしてたわけ？今回の事件からはですね、両親の呵責がなく育ったって人が一体どんな環境で育ったのかっていうのを学べるような動画になっています。凄惨な事件を起こした10代の男女。警察は現場に近づきながらも彼らの犯行に一切気づいていなかったんです。神出鬼没。2017年4月1日、アメリカ・ジョージア州ローレンスビル。孫娘が数日帰らないんです。どなたか見かけた方がおられましたらご連絡お願いします。Facebook 上にその投稿をしたのは63歳の女性、ウェンディ・ビョージ。孫娘のカサンドラ、通称キャシーは地元警察にもよく知られた非行少女で、数日姿をくらませることは日常茶飯事。祖母はその度にビラを配ったり、SNS 投稿で情報提供を呼びかけたり、常にキャシーのことを気にかけていました。いつもお金がなくなった頃に戻ってくることは分かっているのですが、優しい性格の祖母には単なる反抗期だと片付けることはできなかったんです。そして今回の家出に関しては何事もなく解決というわけにはいきませんでした。祖母のウェンディが Facebook 投稿を行った5日後の4月6日、警察へ連絡してきたのはカリフォルニア州に住む彼女の姉。すみません、妹のウェンディの様子が気になっていて、一度家まで見に行っていただけませんか？ウェンディの姉が気になっていたのは、その日ウェンディの携帯から送られてきたメッセージの言葉遣いがいつもの彼女と違う気がしたため、その後ウェンディは電話にも応じずメッセージの返答もしなくなってしまったといいます。警察はウェンディの自宅へ向かいますが、呼びかけても応答はなく、やむを得ず出直すことに。この時彼らは事態が想像よりずっと深刻だとまだ気づいていなかったんです。警察がウェンディの自宅を訪ねた2日後の夜8時半頃、また新たに1本の通報が飛び込みました。通報者はローレンスビルのランブリングウッズ地区に住む中年女性。帰ったら家中めちゃくちゃに荒らされてて、娘とその彼氏が大怪我をしていたんです。催涙スプレーと木製バットを携えた侵入者の襲撃を受けたその家の娘とその彼氏。犯人はその家の長男ジョニーとウェンディが探していた孫娘のキャシーでした。キャシーとジョニーはその家の娘から車のキーを奪って逃走。2人はここでその車に乗り換えたため、現場となった家にはキャシーとジョニーがもともと乗っていた車が乗り捨てられていました。その車は家出中のキャシーを探していた祖母ウェンディのもの。ウェンディ病児って2日前に安否確認の依頼が入った婦人じゃないか。嫌な予感を覚えた警察はすぐさまウェンディの自宅へ急行。その家の2階にはすでに腐敗し始めている老夫婦の遺体が転がっていたんです。別の暴行事件を起こしてたことも驚きなんだけど、おじいさんとおばあさんはもうキャシーたちが殺したってことよね。そうなんです。そしてキャシーが祖父母を殺害した理由はとても呆れてしまうようなものだったんです。その理由はキャシーが自分の親ではなく祖父母と暮らしていた頃に関係してくるんです。手に負えない娘。
ローレンスビルの街へキャシーがやってきたのは事件の約1年半前の2015年10月。キャシー、今日から私たちが親代わりだからね、仲良くやってこうね。祖母ウェンディはそう言って笑いかけますが、キャシーはあからさまに不機嫌な様子。彼女はきっと誰に引き取られても同じ態度を見せたことでしょう。キャシーはもともと隣町のダルースで何度も警察のお世話になっていた問題児。彼女は母親と2人暮らしをしていましたが、飲酒、喫煙、万引き、不登校、家庭内暴力と非行の限りを尽くすキャシーに母親は手を焼き、祖父母に助けを求めたんです。祖母のウェンディと祖父のランドールは近隣からも慕われる人格者。母親は女手一つでキャシーのことに気を回せない自分と違い、祖父母なら彼女を更生させられると考えていました。そんな母親の期待に応え、キャシーにできる限り愛情深く接した祖父母。彼らは海外旅行やテーマパークに出かけてキャシーと絆を深めると同時に、規律ある大人になるためのいくつかのルールを定めたんです。そのルールとは、夜更かしをしない、飲酒喫煙をしない、学校へ通う、そしてボーイフレンドのジョニーと関わらないというものでした。キャシーより2歳年上のジョニーは不法侵入や警察の妨害などで服役した前科者。祖父母は彼との関係はキャシーにとって悪影響だと考えたんです。一方で、そんなジョニーとの交際禁止を言い渡されたキャシーは祖父母と激しく衝突。うるせえクソババア、クソジジイ。近隣住民には毎晩のように彼女の怒鳴り声が聞こえていたといいます。キャシーは祖父母の家から通っていた高校も16歳の頃に中退。以降は家出を繰り返し、たびたび祖父母を困らせていました。いや、ちょっと想像以上の非行少女すぎてさ、おじいさんおばあさんも手を焼くどころじゃないんじゃない？これもう。そもそもね、彼女のような非行に走りやすい性格とか人間性っていうのは幼い頃に形成されていくので、10代でそれを強制するっていうのはね、結構難しいんですよ、俺。というわけで本日のメトラーキーワード、フロイトの構造論について。構造論とは、心理学者ジークムント・フロイトが提唱した理論で、人間の心の働きを3つの領域に分類したもの。3つの領域にはそれぞれ本能的な欲求を司る意図、ルールや道徳を重視する超自我、意図と超自我のバランスを調整する自我があります。この3つのうち、ルールや道徳を重視する超自我は、母親や父親に憧れ影響を受ける中で身につけていくもの。親との関係がうまくいかずに超自我が育たないと、本能を司る意図の抑制が効かなくなり、非行に走りやすくなるとされているんです。フロイトの理論では、超自我は5歳前後で形成されるといいます。キャシーが祖父母に引き取られたのは15歳の頃。その年からルールや道徳を教え込むのは相当に骨の折れることだったはずです。キャシーの反発を受けながらも、祖父母は彼女と根気強く向き合おうとしました。しかし、向き合おうとすればするほど、キャシーは反抗的態度をエスカレート。たびたび騒動を起こした彼女は、祖父母や近隣住民によって1年で31回も通報されているんです。うるさい、私のことに口出しするな。そう言って祖母を怒鳴りつけ、水の入ったグラスを投げつけるキャシー。祖父は彼女から暴行を受け、肋骨を骨折したことも。そして迎えた2017年3月28日、ついに殺人事件のきっかけとなる出来事が起こってしまうんです。その日、キャシーは帰宅するなり祖母のウェンディと口論になりました。どうして何度も約束を破るの？私たちと暮らすのが嫌なら別の引き取り手を探してもいいのよ。ウェンディが激怒したのは、その日もキャシーが交際を禁止したジョニーと遊んでいたため、祖母はキャシーを本当に追い出すつもりはなかったのでしょうが、この時はカッとなってしまったのかもしれません。ここから家を飛び出したキャシーは数日を恋人ジョニーの車で寝泊まりしていました。そして祖父母との喧嘩の話を聞いたジョニーは彼女にこう切り出すんです。なあキャシー、お前じいさんとおばあさんを殺せるか？その時はわからないと答えたキャシー。しかし彼女の頭には次のような考えがよぎっていました。おじいちゃんとおばあちゃんが死んだらもう口うるさく言われなくて済むのよね。こんな子供のわがままみたいな理由で人殺せるわけ？いくらさ、道徳的感情が未熟だって言っても、これは行き過ぎでしょ、明らかに。この事件に関してはね、子供のわがままっていう表現が本当に的確でして、事件後の2人の振る舞いを見てもね、本当に幼稚だったんです。2017年4月1日、それはくしくも祖母ウェンディが Facebook で家出中のキャシーに関する情報提供を求めた日の夜、キャシーと恋人のジョニーは裏口から祖父母の自宅へ侵入し、就寝中の彼らを襲いました。ジョニーは祖父を、キャシーは祖母をそれぞれタイヤレバーや野球バットなどで殴打、ガムテープで拘束した後、その家にあった肉切り包丁を使い複数回突き刺した挙句、喉を切り裂いて殺害しました。驚かされるのはこの後のキャシーとジョニーの行動。2人は祖父母の死体をそのままにした自宅に友人を呼び集めパーティーを開いたんです。
なあ、この家なんかすげえ臭くね。二人は祖父母の遺体が置かれている2階の寝室とバスルームのドアをコーキング剤で密閉していたのですが、それでも数日経つとフラン臭が漏れ出していました。バスルームの配管が詰まってて下水の匂いがすごいのよ。友人たちにそう言い訳をしながら気にせず遊びほうけていた二人。その間キャシーはカモフラージュのため祖母ウェンディの携帯を使い、彼女になりすまして親戚にメッセージの返信をしていました。祖母ウェンディの姉が警察に安否確認を依頼するきっかけとなった違和感のあるメッセージは、この時キャシーが送ったものだったんです。開いた口塞がらないってやつよ。密閉しておけば遺体の居場所が分かんないとかって、そんな短絡的な考え方だったの？1週間ほどね、遺体のある家でパーティー三昧をしてたぐらいなんで、バレないと思ってたんでしょうね。二人はその後の逃亡劇でもあまりに短絡的なその思考を覗かせてくるんです。罪の自覚。祖父母を殺害した後、数日その家で過ごしていたキャシーと恋人のジョニーは、その後ジョニーの妹カップルの襲撃を決行。ジョニーの母親が途中で帰宅したため、妹たちは一命を取り留めましたが、犯人の2人は本当は彼らのことも殺すつもりでいました。この他2人の計画ではジョニーの母親やキャシーの母親の殺害まで挙げられていたほど、カップルは何を思ったのか、自分たちの家族を根絶やしにしようとしていたんです。そしてジョニーの妹とその彼氏を襲撃したことで、2人は警察に追われる身に。逃亡した彼らが向かった先はジョニーの中学時代の友人の自宅でした。ジョニー、久しぶりだね。どうしたんだ急に。母さんから君が来てるって聞いて飛んで帰ってきたんだ。ジョニーは中学時代、友人ジェイクと彼の家に入り浸るほどの仲でしたが、高校に進んだジョニーが非行に走ったことから2人は疎遠になっていました。ジョニーがそんなジェイクの自宅を逃亡先に選んだのは、数年来連絡を取っていない彼の家なら警察が交友関係をたどって特定することはできないと考えたため。ただジョニーにはとんでもない誤算がありました。それはキャシーが親戚へのカモフラージュに使っていた祖母ウェンディの携帯をそのまま持ってきていたこと。警察は携帯の位置情報からすぐに2人の居場所を特定するんです。さすがに警察の捜査力を甘く見すぎじゃない？まだ若いってのもあるかもしんないけど、最後まで軽率な行動が目立つような子たちだったわね。実はね、まだ解決してないんですよこれ。キャシーとジョニーはこの後驚愕の方法で警察に抵抗をするんです。805号室の住人は全員手を挙げて出てきなさい。2017年4月9日の午前中、ジョニーとキャシーが潜伏していたアパートに突如として響いた警察の呼びかけ。2人を止めていた友人ジェイクはあっけに取られた様子で窓の外を確認しました。アパートを取り囲んでいたのは数十人の警察特殊部隊。キャシーとジョニーは間もなくその部屋のバスルームへ駆け込みます。友人ジェイクはその扉を開こうとしましたが、中ではすでに2人がバリケードを作り始めていました。キャシーとジョニーがバスルームで立てこもりを始めてから1時間、現場アパートの前に止められた警察車両の中では数名の警察官がモニターを睨みつけ、何やら機械を操作していた。動きはなさそうか。やけに静かですね。彼らが注目しているそのモニターには、アパートの中へ送り込んだ遠隔操作ロボットから送られてくる映像が映されていた。いきなり突入すれば2人を刺激しかねないと踏んだ警察は、まずロボットの映像で様子見をすることにしたのだ。そしてロボットが2人が立てこもっているバスルームの前にたどり着くと、そこは本当に人がいるのかと疑うほど静まり返っていた。次の瞬間、その理由を察した警察官は思わず青ざめた。緊急事態、すぐに中に突入するぞ。慌てた様子で声を張り上げた警察官。ロボットが映し出したバスルームのドアの隙間からは大量の血がにじみ出していた。大量の血ってキャシーとジョニーの血ってこと？何が起きてんの中で？もう少し警察の判断が遅れてればね、2人の命はなかったかもしれないぐらいのことが起きてたんです。警察がバスルームへ踏み込むと、2人はそれぞれ腕をズタズタに切り刻んだ状態で血の海に横たわっていました。特殊部隊に取り囲まれてパニックになったキャシーとジョニーは自ら命を絶とうとしたんです。2人は病院で数日の治療を受けた後、警察署へ連行されることに。そしてキャシーが祖父母を殺害した事実をそれほど重く受け止めていないことは、取り調べ中の振る舞いからも明白でした。 What TV shows you been watching there? I think yesterday you had on, was it that fishing show? Yeah, I was watching Debbie's Cat. I was watching a lot of Family Guy and the Cleveland Show. I don't watch much TV. He watches sports. I couldn't find his wallet, so I had no idea where his wallet was. So I just had my grandma's wallet in her purse. They hid it underneath his bed. We found his wallet. Oh, shit.
警察があえてリラックスしたムードを作っていた部分もあるのですが、要所で笑顔を見せるキャシーの様子は殺人事件の取り調べには似つかわしくないものでした。警察は祖父母を殺害した動機についても彼女に尋ねますが、もうたくさんだったのよ。口うるさく言われるのは殺人の理由として思わず首をかしげてしまうような言葉を放ったキャシー。やはり彼女は倫理観が人とは大きくずれてしまっているのでしょうか。2018年2月2日、殺人、窃盗、過重暴行などの罪に問われたキャシーと恋人のジョニーは最低60年仮釈放なしの終身刑と並行し、懲役21年の刑を言い渡されました。判決の際、ジョニーは反省の言葉を述べましたが、キャシーはここでも特に何も語らず、際限なく非行を繰り返し、思いやりを持って接してくれた祖父母をも殺害してしまったキャシー。彼女には本当に良心の呵責がなかったのでしょうか。もしあなたが同じように非行を繰り返す若者の保護者だとしたら、彼らを正すためにどのように向き合いますか？おそす、ついにね、10月19日にね、アルゴメトリー初の公式の謎解きイベントをね、やるんですけれども、先日ね、公開してチケットのね、販売をしたところね、もうかなり多くの方にご応募いただきました。はい。本当にありがとうございます。ありがとうございます。でね、抽選にはなってね、外れた方もいらっしゃったら恐縮なんですけれども、なんとここでね、朗報があります、皆さん。抽選ではあったんですけど、何名かね、抽選の支払いが遅れちゃったりとか、あとは VIP 席とダブルで当たったから、一般の方は開放しますみたいな人がいらっしゃったんで、今回なんとね、2次販売を行うことにしました。というわけで、これがね、本当に最後の販売になるので、まだね、チャンスはありますので、イベント参加したい方がいらっしゃればね、ぜひね、概要欄固定コメントのね、サイトからご応募いただければと思います。はい。一次募集のデータを見てるところ、8割9割は一人での参加が多いので、これ一番質問来てたんですけど、一人で参加しても大丈夫ですかって人いたんですけど、逆にっすよ、一人の方が多いんで全然大丈夫ですし、むしろそのイベントをきっかけにね、アルゴメトリーが好きだって共通の趣味があるわけじゃないですか。なのでそこでね、仲良くなってもいいんじゃないかなと思うので、なんかぜひね、席隣になったら謎解きしながら喋ってもいいわけですし、そこら辺は結構フランクなイベントになってるんで、もちろん僕らにね、直接会う数少ない機会っていうのもあるんですけど、メトラーさん同士の交流の場にもなればなと僕の中では思っていますので、ぜひね、振るって、ご応募いただければと思います。気になるイベントの内容なんですけど、もちろん謎解きはしつつも、僕とかヤミコさんとね、チェキ会もありつつ、あとは VIP 席の方はですね、アフターパーティーというご飯会もありますので、どんな場面でもね、いろいろ交流できるんじゃないかなっていうところで、もうかなりね、もう僕も楽しみではあるんですけど、料金も一般席だったら5000円切ってますので、無理のない料金設定かなっていうところで、これ本当にね、ちょっとあんま言いたくないんですけど、他の YouTuber さんとかね、1万とか2万とかするんですよ、普通の席で。VIP が5万、10万とかね。僕ら一般席5000円切ってますからね、本当に。リッチなボックス席で映画見に行く形で、ちょっと参加するぐらいな感じでね、渋谷のね、映画館みたいなところを貸し切りでやるので、ついでに僕らに会えるな、みたいな。謎解き、そして僕らに会えるな、みたいな。アクセスもめっちゃいいんだよね。東京の方はもちろんね、周辺の方も、あと遠方の方はね、もちろん遠方でイベントやりたいんですけど、いつやるかわかんないんで、いつか大阪でやってとかじゃなくて、東京来てください、今回。はい。もうブラジルの方も、今シュラスコ食べてると思うんですけど、一旦揃って止めて、東京来てください、本当に。どこからでも待ってますんで。はい。なのでね、ぜひぜひ、この数少ない機会で、僕とね、ヤミコさんとお会いして、そしてね、お話できる機会だと思いますのでね、ぜひ振るってご応募いただければと。華やかな世界として知られる芸能界。しかしその裏にはドロドロとした人間関係がつきものなのだ。2024年10月19日、日本長野県高級ホテルとして有名なムーンフォートリゾートの一室から女性の悲鳴が響き渡った。どうしたんですか？ちょうどこの日、警察がホテル内にいたことから現場に急行。ワインを飲んだ直後に倒れて泣きながら話すのは映画監督の道上沙織。そして亡くなったのはこの部屋に宿泊する女優の小森葉月だった。彼女たちは翌日、このホテルで開催される映画祭に出席する予定だったのだが、その前日に部屋で飲んでいたところ亡くなってしまったのだ。そしてなぜ警察は事件が起こる前にもかかわらずこのホテルにいたのだろうか。実はこの日、ホテルムーンフォートリゾートに犯行予告が届いていた。差出人は当時世間を騒がせていたシリアルキラー・如月だった。